今回は帆布生地で作ったお出かけトートバッグの作り方です。簡単に作れるように表も裏も帆布生地を使っています。両方帆布生地を使うとしっかりしていて自立する接着芯なしで作れるバッグです。こちらは8号帆布生地を使っています。持つとこんな感じです。出来上がりサイズは横が34センチ、縦は21センチ、まちは10センチです。内側はマグネットホックになっています。材料はこちらです。横38センチ、縦54センチが2枚と、紐用に14×32 センチが2枚、あとマグネットホック1組です。今回は 1.8 センチ幅を使いました。マグネットボタン、ずっとセリアのものを使っていたのですが、ダイソーのものが2つ入りでお得です。紐を作ります。まず両端を1センチ折ります。こちらは方眼マットですが、方眼マットを使って折り目を作るときは下を線に合わせて折り上げたときに布の厚みがあるので少し見えるくらいにして折るとちょうど1センチになります。半分に折ってアイロンを当てます。もう1枚も同じように作ります。両端を縫います。帆布は今回8号帆布を使っています。ちょっと厚めの生地です。出来上がりは厚めの生地を使った方がしっかりと仕上がります。8号帆布を使うときは14号の針を使います。11号の帆布でも良いです。11号の方が薄めの帆布生地になります。厚めの生地でしっかりしているのでクリップなしでも良いかなと縫ってみたのですが、少しずれてしまったので縫う時はクリップをつけた方が良いです。2枚とも同じように縫います。紐の真ん中を縫います。端から8センチに印をつけて印から印までを縫います。半分に折って印から印までを縫います。端のところはほどけやすいので3回ぐらい返し縫いをしておきます。さっき縫った縫い目の上を縫うと良いです。
もう1枚も同じように縫います。端から8センチずつ印をつけて半分に折って縫います。さっきちょっとずれて縫ってしまったところを内側にすると見えなくなるので、失敗した方を内側にしても良いです。こんな感じで紐が縫えました。糸は少し面倒なようですが、その都度切った方が仕上がりが綺麗です。場所によっては後では切りにくくなるところがあるので、先に切っておいた方が良いです。私はついつい後回しにしてしまうので、すっかり仕上がってから切り忘れていることがあります。これは熱で消えるペンを使っています。ものすごく寒い地域などでは復活してしまうようなので、水で消えるタイプの方が良いかもしれません。私は関西に住んでいるので0度以下になることもそんなにないし、便利なので熱で消えるペンを使っています。これはソーイング用ではなくてフリクションボールです。商用利用される方はこのタイプはやめておいた方が良いと思います。表側に紐を仮縫いします。真ん中の線をつけて、真ん中から5センチずつ10センチ開けて紐をつけます。紐は出来上がった時にこのような形にしたいので、くぼんだ方を上にします。そして今回は少し斜めにつけてみようと思います。この印の上に1センチ出るくらいにして留めます。まっすぐでも良いのですが、少し斜めにした方が紐が自然な形になります。こんな感じで1センチ上に上げて、反対側も1センチ上に上げて、端は合わせます。斜めにつくようにします。こんな感じで端から5ミリぐらいのところを縫っておきます。表同士を合わせて両端を1センチの縫い代で縫います。縫い代のところは開いてアイロンを当てておきます。
ちょっと当てにくいですが、小さなアイロン台があったらこのように入れると便利です。アイロングローブとかでも良いと思います。ここでしっかり開いておくと出来上がりが綺麗です。そこにまちを作ります。縫い目の横に 5×5 センチの四角を描きます。これが縫い目です。5×5 センチの四角を描いて、斜めの線を伸ばします。面倒ですが、これを表と裏、反対側にも描くときれいにまちができます。縫い目の横に 5×5 センチです。作りたいまちの半分です。そこを三角にします。縫い代は開いて、するとさっきつけた斜めの線があるので、ここで折ります。こちらも斜めの線があるので、このようにして折るとまっすぐな綺麗なまちができます。反対側も同じように縫います。縫い代は1センチぐらい残して切り取っておきます。裏側も縫います。表側が内側になるように折って、両端を1センチの縫い代で縫います。縫い代を開いてアイロンを当てます。
裏側にも10センチのマチを作ります。真ん中から5センチずつ10センチ縫います。反対側にも作ります。裏側も縫い代を1センチぐらい残して切り取ります。裏布にマグネットボタンをつけます。切り替えを合わせて真ん中の印をつけます。端から 2.5 センチのところに印をつけます。そこにこのようにパーツを置いて縦の線を引きます。ここに穴を開けます。私はいつもこのダイソーで買ったデザインナイフの先にマスキングテープをつけて切りすぎないようにしてからこのように穴を開けています。ここで止まるのできれいに簡単に穴が開けられます。ボタンを通します。表が内側なので内側に見える方のボタンを通して裏にさっきの金具をつけて横に広げます。これでボタンがつきます。反対も同じようにします。真ん中の端から 2.5 センチここに丸を置いて縦の線を印つけます。ハサミの先で小さく切っても良いです。合うようにつけます。これで内側にマグネットホックがつきました。表布と重ねるために裏布を表に返します。こちらが表側で紐が内側になっています。重ねて上端を留めます。まず両横を留めてから真ん中を留めていくと良いです。横は生地を引いて2箇所ぐらい留めておきます。返し口は紐の端から紐の端につけます。
ここを返し口にして1センチの縫い代で1周縫います。返し口のところは力がかかりやすいので3回ぐらい返し縫いをしておきます。この紐の端まで縫います。返し口から表に返します。下の方に押し込むように裏を入れます。返し口のところは内側に1センチ折ってクリップで真ん中を留めます。端を引き出すように縫い目のところを折ります。手でだいたい整えてからアイロンを当てた方が綺麗に仕上がります。ピスネームをつけるときはこの切り替えから2センチくらいのところにつけます。ピスネームというのはこのようなタグで折って挟んで縫うものです。これは私のオリジナルで以前に作ったものでリボンに印刷されたものです。ピスネームをつけるのには仮止めのりが便利です。先につけておくと横にずれにくくなります。ピスネームは楽天市場で検索するとたくさん出てきます。結構300円くらいから買いやすいものがあるので検索してみてください。つけて端から2センチぐらいのところに挟みます。糊を使うとこのようにクリップなしでも綺麗に留まります。上端を1周縫ったら出来上がりです。返し口のところから縫い始めます。縫い代の重なったところはゆっくりとミシンを回します。
アイロンを当てて整えたら出来上がりです。